エンター。こんにちは、入り口です。今日の授業は N5 の文法、手はいけません。手はいけません。これは禁止を表す表現です。例えば、ここでタバコを吸ってはいけません。手はいけませんは看板などに書かれているイメージです。看板にカメラのマーク、×が書いてあって、ここで写真を撮ってはいけません。で、看板に書いてあるようなイメージの書き言葉です。これを話し言葉にするなら、手はいけませんよ。タメ口にするなら、手はいけないよ。です。でも、もっと自然な話し方は、何々しちゃダメだよ。です。ここでタバコ吸っちゃダメだよ。のような言い方がもっと自然です。このダメという言い方以外にも、そのまま禁止という言葉を使う人も多いです。ではまず日本人の自然な禁止の言い方の例文を挙げますので、一緒に話してシャドーイングしてみてください。例文スタート。ここは写真撮るの禁止だよ。ここは写真禁止だよ。台湾だと地下鉄内で水飲むの禁止だよ。地下鉄の中で水飲んじゃダメだよ。日本人の女性に年齢を聞くのは失礼だからダメだよ。それだけは絶対やっちゃダメ。ここタバコ禁止だよ。それ触っちゃダメだよ。写真撮るのはいいけど、フラッシュは禁止だよ。前回の手もいいですの時に、友達に聞くシチュエーションが意外と多いという話をしました。今回の手はいけませんも、友達に聞くシチュエーションが結構あるので練習しましょう。友達に聞くときもダメや禁止を使って、ダメかな？禁止かな？ダメだよね？禁止だよね？のように聞きます。これは日本人はめっちゃ使います。敬語っぽく言うなら、ダメですよね？のように聞きます。あとは確認をもっと強くしたいなら、ダメなんだっけ？日本って電車内で電話しちゃダメなんだっけ？って日本人の友達に聞いてみてください。すごく日本人っぽい確認の仕方です。日本人は直接強い言葉を使うのを避けるので、この禁止の時も少し柔らかいニュアンスの言い方があります。それがダメだよの禁止の言い方ではなく、ダメだからねっていう念押しの言い方があります。このだからねっていう念押しの表現は確認のニュアンスが強くて、ダメだっていうことをあなたは分かってますよねっていうちょっと遠回りな婉曲表現になるので、直接言うよりも柔らかいニュアンスになります。だから日本人はよくこっちを使います。その箱絶対開けちゃダメだからね。みんなが来るまで絶対食べちゃダメだからね。ということで今日のまとめです。手はいけませんは書き言葉なイメージなので、直接ここで撮影してはいけませんという日本人はほとんどいないです。ここで撮影しちゃダメですよ。ここは撮影禁止です。このダメだよ、ダメですよ、禁止ですよ、禁止だよは結構便利なので覚えておいてください。友達に確認するシチュエーションもたくさんあるので、ダメだよねで禁止かどうか確認する言い方も覚えておきましょう。パスポート持ってかないとダメだよねのような言い方です。例えば、入っちゃいけない場所に入っている人を見たら、日本人もそこに入っちゃダメだよと直接禁止を伝えます。でも日常会話ではもう少し柔らかいダメだからねという念押しの表現をよく使います。失礼だから女性に年齢聞いちゃダメだからねのような感じです。書き言葉と話し言葉の違い、そしてニュアンスの違い、これも意識して日本語を勉強してみてください。それでは今日の授業はここまでです。エンター。